はい、始まりました。大丈夫ですかね。ちょっと不吉な画面が見えるんですけどやばいです。これ何を始めようかっていうはいなんかアリーナの画面から始まっちゃってるんですけど、今回アリーナ一切やりませんはい大丈夫です安心してください入ってますよと入ってますだからまあ今回はカルロステが出たぐらいのタイミングで撮ってるんですけど、まあ僕たちのカルロステで気になったカードを、はい、紹介していこうっていう雑な企画でございます。雑なトーク会ですちょっと編集がちょっと間に合わないちょっとストックがないっていう、ストックがなくなっちゃってお茶を濁そうという回になります、はい、まあ本当はですよ、逃走者デッキのカード紹介したいんですけど、はい、ちょっとアリーナの画面からいこうと思いまして、はい、なぜなら、はい、そうすると、はい、編集コストが、はい、そう内情はまあね黙ってて今わかんないと思うんで、はい、とりあえず何枚かこう選んできたんですけど、この画面上にあるカードが僕たちの気になってるカードなんですが、はい、まず白から順番に行きますか。どうぞ。白で気になったのは紹介したいのは2枚。見たらわかる2枚じゃないかみたいな。まずこいつからいきますか。はい。門営のスラル。はい。こいつチップを防ぐことが封じるっていう、はい、簡単に言うと。でこいつは今まで3マナの俊足だったんですけど、なるほど。はい。それが2マナになりましたと。2マナの俊足でチップ封じるっていうね。ハトバとか出てきたタイミングで、はい、こいつが俊足で出てくるみたいなのが今後は起きるでしょう。起きるっていうことですよね。はい。定番カードになると思います。かなり今回収録された中では一番注目と言っても過言ではない。ではない。そりゃそう。そうっすよね。逃走者的にはそう。逃走者的にはこいつなんすよね。こいつ今回評価されましたよね。はい。でみんながご存知のデルニー。はい。これは逆ですね。旗場が2回誘発します。なるほど。はい。赤潮だったことですかね。そうですね。なるほどね。旗場が2回誘発するのか。これ高いですよね、意外と。高かったね。さすがに高くないか。僕もちょっともう手に入りづらいというか多分下がるでしょうと思ってるんですけど、だって需要がスタンダードとか構築的には多分ないだろうから。そうっすよね。絶対これ逃走者っすもんね。能力一応説明します。いいっすかね。大体表示されてるんで分かると思いますんで、はい、デルニーちゃんで次行きましょうか。青行きましょうか。これなんで気になったんでしたっけね大丈夫かなこの回。プロフトの映像記憶、はい、これまず、出た時ドローだと、で手札上限なくなる。こう手札上限なくなるっていうのが気にならなかったですか。手札上限なくなるカードはでも結構増えてますから、いい点ではあるんだけどね。でも2マナで手札上限なくなる。青のカードって結構手札上限なくなるカード多いんですけど、だから手札上限なくなるカードってあればあるほどいいじゃないですか。そらね。そう手札上限を、なくすようなデッキでは、カジュアル的にはこれ結構気になるカードだなと僕は思ったんですけど、一応これ単純にドローが打点に変わるカードなんで、2枚以上のカード引いた場合クリーチャーにカウンターを X 個置く、X はあなたが引いたカードの枚数から1を引いたカードに等しいんで、2枚引いたら1に乗るってことですよね。こう絶対に引いてるわけじゃないですか、出た時はね。そうだから1カウンター乗るんで、かなりカジュアル目線だと面白そうなカードっていう形になりますかね。そうね。次行きましょうか。はい。次はこれなんだこれ。鑑識の力士。字がちっちゃくて読めない漢字も難しくて読めなかった。一応アーティファクト呪文を1つ唱えると調査して、アーティファクトの起動能力は1少なくなりますよと。なるほど。ゼロにはできないですよ。いわゆる玄武岩のモノリス。が無限マナの。無限マナですよと。2枚コンボだと。無限マナになったとて、
注ぎ口が必要なんで厳密に言うと3枚コンボになりますが、なるほどなるほど、はい、で一応まあコンボに至らなかったとしても、はいはいはい、チャガー濃いデッキだったら、はいはい、手がかり出て、はいはい、手がかり1マナになってるんでこいつの能力で、確かにそうですね、だから弱くはないと思う。確かに結構いいっすね、かなり闘争者なカードですよね、まあほぼそうだと思うけどね次行きましょうか、はい、これはね犯行現場の再現、はい、4マナのインスタントで、はい、これも気になったんですけど、墓地にあるどっかにあるカードを1枚コピーできるっていう、青鳥神っていうのが気になったんですけど、違う意味でね、だってこれ例えばインスタントだから、バンチューとか、デモチューとかもういけることもいけるってことですね。まあいけるいけますよね。もちろんいけることもできるし、追加ターンをそこで相手の墓地にあるやつで自分の墓地にあるやつでもいいんですけど、4マナで打てるわけじゃないですか、インスタントで。そうだね。いやこれワンチャンあるんじゃないかなっていう。青とレシンっていうのがねほぼ単色でしか運用できないからねだって打ち消しとしてもこれ一応使えますよね。まあ使える、でかなりちょっと気になったぐらいの、大丈夫かな。いわゆる任務説明とかと一緒で、結果微妙だったみたいなことになりそうな気もしないことはないないんですけどね。しないことはない、でもワンチャンあるんじゃないかっていう。ただまあそうっすよね。ワンチャンちょっと欲しいなと俺も思いました。次いきますか。次陰謀の解明者にやります。7マナの66飛行のスフィンクス、こんなのがどこがいいんだと、これがねこれはまあほぼあれですね、アネシの折り替になりそうなアネシ強化されましたよ。そう呪文のこいつを唱えるコストが情報収集10を行ってもいいですよね。いや呪文、じゃああなたがこいつが出てたら、証拠収集10を行って呪文のコストを踏み倒していいよってことはアネシに、で出した場合は要はなんかちっちゃい嘘まこで墓地に置かれてった重たい呪文がそのまま踏み倒しのコストに当てられてしまうという。やばいっすよねアネシ専用カード。これ多分アネシを意識して作られた本当かでもほらスフィンクスができて、そういうところがいいところなんで。そうですよね。強化されてきますからね。スフィンクスの効果は結構特殊なものが多いという。次行きましょうか。黒に参りましょうかね。これがねちょっと長い別れっていう、2マナで除去3以下を除去して打ち消されない、これいわゆる水尾みたいなもんですよね。ちょっと水尾っぽいカードなんですけど、要は黒単で水尾っぽいことができるようになったっていうのは大きいですよね。打ち消されない状況はなかったので、なんかシステムクリーチャーをいきなりインスタントで除去しに行くみたいな、主に判事を絶対に打ち消されないような、でも大体水尾入れますけどね。色がほら、色が黒緑ですからね。色が黒緑で含みで水尾入れようって思う時ほとんどないんで、他の色で入れたい場合もありますからね。こいついいですよね。次行きましょうか。魂の弱体化、これはリミテカードですかね。急にカジュアルなカード来たみたいな話なんですけど、マイナ4修正、こんな俺パスって言ったんですけど、このカードこれいらないんじゃないですかって言ったんで、おまけの能力は実は重要なんじゃないかっていうことをゲームさんが気づかれまして、これはいわゆるだからループコンボすると、お亡くなりになる系の効果がついてるんで、そうなんですよね。ドレインなんですよね。でかつそのドレインの置物が瞬足で置けるっていうのは、なるほど多分初です。なるほど、そうなんですね。ちょっとマナコスト重いですけど一応構えて出せるというところはエリートにはなりうるんで。なるほど。ちょっと気になるか。ちょっと気になりますね。ちょっと気になるくらいですよね。で次はこれかなり無法の仮面舞踏会、かなりカジュアルっぽいカードなんですけど、こう書いてある効果がねまずね、よくわからない。なんか多分なんですけど、場に出てクリーチャー
なんかカウンターみたいに乗っけるんですよ、自分の場に。多分というかそう書いてあるん書いてあるんですけどでそれで、そいつらが死んだら墓地からクリーチャー出していいみたいな能力なんですよ、そう書いてあるんですねやばくないですか？なんで死んだら他のやつ帰ってくるのか意味わかんないよくわからないんですがっていうね。カジュアルだったらかなり強いですよね、カジュアルだったら一回ラス耐性がついてるんで。しかもこれ瞬足ついてんだよ。そう瞬足ついてる。ラス打ったタイミングでそういうことっすよ。そうなのよ。だから英雄的介入みたいなもんっすよ、ある意味ね。でも墓地がなかったら機能しないんだけどいや違うだからこれ死んだやつでもいけるんで、そのターンそこのラスされたやつでも戻せるんですよ。外すよ。だからラス打ってきたタイミングでこれ打てば、そのまま帰ってくるんで、そいつら。だからその英雄的介入みたいなことだと思うんですよ。墓地にありそうでないクリーチャーカード。いけない同時に行った場合はいけなくないか？いけないですか？あれまあちょっと垂れ流しなんでございます。まあそれ間違ってたらごめんなさいということで確認してください、ルールは。おのおのまあ次赤いきましょうかね。点と点をつなぐ。まあ2マナのエンチャントで攻撃するとライブラリーの一番上にあるカード1枚裏向きで追放するってことなんですよ。まあ一応だからアドですね。アドですよね。赤はアドがかなり弱いんで、赤単の場合ですよ。なんか殴ってって例えば追放していくわけじゃないですか。でそれを2コスで手を出せると全部使えるようになるってことですよね。だからボーマットの球種ですねこれ。そうですね。ボーマットの中止のエンチャント版、めっちゃ強いじゃないですかめちゃくちゃ強くないですか？その時点でとやばい、これスタンダードでもやるかなワンチャン。でも2マナの置物設置してるっていう時点でちょっと構築だとやっぱり悠長な感じが。赤単的には悠長か、かなり。でも逃走者だったら、その後で赤単だったら手札なくなるんで、ありっすよね。まあ次行きましょうか。これ俺がどうしてもこれ外せなかった一回却下されたんですがこいつどうしても入れたかったんですよ。復讐の追跡者、こいつは対戦相手1人がアーティファクト1個生贄に捧げるとそのプレイヤーに2点のダメージなんですよ、なんですけど、これ確か1個場に出ると1点飛ばせみたいなカードあるんですよ、自分の場に。あるね。ありますよね。それ関係で、これ宝物相手がサクったら2点飛ばせるんですよ。そうだね。っていうカードこれなくて今までなかったんですよ。ないかな多分ないと思うんですけど、だから無限宝物防げるじゃないですかこれ。まあこいつが除去されない限りにおいて確かにでも防げないか。宝物から何マナとかでこれ除去されてそのまま無限宝物防げないです多分ねでもこれ赤単目線で考えると結構ダメージ削れるカードなんで、そうね。そうダメージが削れる割合で言うと結構高いんで、俺は入れたかったんですよ。次行きましょうか。こいつね、これアンズラグの猛威、5マナのソーサリーで、まあ要はあれなんですよ、オゾン派なんですよ。オゾン派ですよね。でさらにおまけがついてて、ライブラリの上にあるカードを X 枚追放して、このターンにその墓地に置かれたアーティファクトの数に等しい枚数めくるんですよ。枚数めくる、でスニークできる、ですよね。合ってますよね。そうです。でおまけがついてると、オゾン派に。オゾン派におまけついてます。これかなりいいんじゃないですかオゾン派よりこっちは強いですよ。そうね。デッキの構築にはもちろんある程度依存すると思うんだけど、これが強く使えるデッキなのであれば、いいと思う。だってましてやそのスニークして手札に戻ってくるんですよこれ。あ、そうなんですか。本当だ、いいじゃないですかワンチャンいいかなと思って、これかなりオゾン派の上位互換じゃないですか。ちょっと上位互換ですよ。上位互換ではないと思うんだな。オゾン派と上位互換ですよ。あれは超過で打つこともできるし、1個対象ですることもできるんで、まあ上下で上位互換ではないか。まあ次行きましょうかね。
まあこいつ罪人の焼却者、はい、こいつは、まあ、俺が個人的にどうしても今欲しい、一番今急にこれ調べてて欲しくなりましたパワフォルスに入れようかなと思ってまして、ダメージが通ると証拠収集 X を行って、はい、でその X 分のダメージを各クリーチャーと各クリーチャーウォーカーに与えるなんで、はい、サイカのドラゴンのちょっとちっちゃい版になりますよね。なりますね。はい、だからサイカのドラゴンでいいんじゃないかって私はちょっと思っちゃったんだけどそう6マナですからね、1マナ少ないから、サイカのドラゴンより多分ちょっと強いです、こっちも、僕の感覚だと。はいはいはい。だからサイカのドラゴンの上位互換なんでこいつははいはい、やっぱこれ放送される前にこれ買わなきゃと思ってるんで、ね発見してしまったんで。でもこれ特殊なデッキでしか使えないと思うけどやっぱりそうか、もうそうかまあこいついいです。ドラゴンっていう需要もあると思いますね。はい、緑いきましょう。緑少ないな、緑。こいつは花粉の分析、はい、1マナで証拠収集8を行ってると土地かクリーチャー探せるんですよね。そうですね。いやまあワンチャンですよね。後半で、証拠収集8を行えるタイミングで1マナのソーサリーでクリーチャーサーチか土地サーチだったら、かなり強いですよね。まあ、もちろん単純に初めの方に来ちゃったら別に土地サーチするのに使い切っちゃえばいいんで。そうですよね。そうですよね。来るシーンによって役割が変わるカードではあるんだけど、無駄にならないから全然いいんじゃないかと思ってる。いいっすよね。いいカードですよね。まあ、もう一個いきましょうか。次いきます。痛烈な質問。急にカジュアルっぽいカード来たなこれまたみたいなねはい、1マナで一方ダメージなんですけど、はい、これ僕を押したかったのが、はい、一方ダメージって、2コスからしかないんですよ。そうね。でこれ1マナで一方ダメージっていうのは初なんですよ。これソーサリーなんですけど、確か初だったと思う。多分初なんですよ、だからこれちょうど時期ちょっと欲しいなと思ってて、はい、で結構こういうカードは1マナで打ちたい時の方が多いんですよ。インスタントであるよりも。であるよりも。だからこれかなりいいカードだと思いますね。であとは多色になります。はい、はい、トミクちゃん。謎の神話フレイズウォーカーどういうフレーバーなんですかね。いやそれはもうラルトのフレーバーということで間違いないと思うんですが、はい、統率者に指定するとラルは入れられないっていう意味ないじゃないですかまあ神話フレイズウォーカーはおまけですよね、多分ね。フレーバーですね、はい、プロテクション指輪所持者みたいなもんですどっちかっていうと僕は中に入れた方がいいって言ったんですけど、はい、クリーチャーで攻撃するたび対戦相手がです、2体以上がこっちをアタックしてきたら3点失ってカード1枚引けるんで、例えばブリーナとかに入れられますよね。ブリーナであんま殴ってきてほしくないから、ブリーナとかに入れていいってことになりません？でもまあカジュアルだったら、あんまりブリーナデッキにはいらないんじゃないかな。いらないですかブリーナデッキって結局ブリーナにアタック行くと引けないからそもそもアタックちょっとそらしてるんだよね。まあだから結局逆に言うとブリーナを殴るんだけどそうですよね。だからあんま殴ってきてほしくないからでもまあこう殴ってきてほしくないってカードはカジュアルだと結構かなりいい駆け引きになるんで、おすすめっていう感じになりますかね。はい。で次はこれですね。これ、今回は俺一番注目、さっき白ってのやつって言いましたけど、こいつ発見した時びっくりしませんでした？正直ソーサリーだと思ってたこのカードは今回の全てのカードの中で一番すごいんじゃないかって思ってる。そういうこともね、過言ではないですよね。けれども、はい、微妙な可能性もあると思っている。分かんない、未知数で一番見てほしいのはここなんですけど、この緊急の剣士、はい、ゴルガリの4マナのインスタントで、証拠収集 X なんですけど、X 証拠収集のパーマネントのマナ総量の合計の数の
アーティファクト、クリーチャー、エンチャント、プレインズウォーカー対象として破壊できるんで、例えば10ぐらいだったら、マウスホールを10合計するようにアーティファクト、クリーチャー、エンチャントを破壊できるってことですよね。そうですね。それ4マナっすよ。インスタントっすよ。3ついける。まあプレインズウォーカー行くことはあんまないので3ついけるんですよ。そう、4マナで一応ね。はい、で結構しかも行きたいのって2コスとかじゃないですか、大体3コスとか。結果的には多いと思う。あんまり重たいカードって特にタクレベル上がれば上がるほど入ってないから、狙うことなくて、小さいマナコストが対象になるんで、まあ1枚で3枚いける、しかもインスタントでなら、ワンチャンかなり強いかもしれないですよね。ワンチャン都合よくその証拠収集がいけるかどうかがちょっと不安があるんで、かもしれないっつってるんだけどだからカジュアルタクだったら絶対いきますよね。いや、カジュアルタクだとこれが逆にですね、逆にいきます。マナコストが重くなっちゃって、なるほど、重くなっちゃってね、重くなっちゃって壊せないんですね。だからちょっと一番気になってるっていう感じですかね。一番気になってるカード、とりあえず俺買うな、多分安いだろうしね。安いだろうし。でまあこのカードアンツワク、これは動画公開されてるか分かりませんが、どっちが先か分かりませんが、動画撮りました。はい、これ実はやりますんで、交互期待という。交互期待か、もうやってるか、やります。で次いきます。でこいつちょっと気になったということで、我々ちょっと気になったカードなんですね、これ。エズリム。まあこれ5マナ55飛行アゾリウスで、でこれ出た時に調査2回行うんですよね。でアーティファクトを1マナでサクると、警戒、反根、呪言どれか得られるんで、大体呪言を使うことになると思いますが、2回呪言が使えるってことなんですよ。そうなんですよ。1マナで。そうなんですよ。で55なんですよ。55なんですよ。これ殴り血になるこの色でみたいなそう分かんないですよ、想像つかないですけど、つかないけど、55飛行で、結構な呪言取れるんで、結構強いかもしれないと。いや、まあカジュアルですけどね、カジュアルですけど、面白そうだなっていう感じですかね。そうですね。次行きましょうか。これでしたっけ、これか。メーレックちゃん。こいつはね、こいつは面白そうだったんですよ。これイゼット俺の好きが、俺ちょっとワンチャンやるかもしれないぐらいまで今考えてて、ワンチャン動画にもなるかもしれない。なるかもしれないですね。パワータフネスが墓地にあるインスタントソーサリーの2倍なんですよ。これ悲しいかな。初期値はゼロなんですね。初期値はゼロです。せめてプラス1とかタフのところに書いといてほしいんだけどさ墓地吹き飛ばされたら死ぬっていう。瞬間に終わるリップ出た瞬間にこいつ勝ち目なくなりますでそれであなたの墓地にある言ったか。で各ターン内のあなたの1つ目のインスタントソーサリーが3コス少なくなるんですよ。さすがに3コス少なくなるのは大きいよね。やばいっすよね。やばいっすよね。さすがに大きいんだわ。ただ問題なのがこいつが5マナだっていう問題はあるんですよ。そうね。でもまあ一応イゼットなんで、早く着地させたかったら赤のマナか測定呪文とかも使えるし、確かに普通に墓地もたまるし、で出たらば3コス軽減だからちょっと重たい呪文使ってあと取っていけるし、確かにっていうことでもう良さそうに見える。ちょっと重いですけどね、重いですけど、2ターン5マナだと2ターン目に出るんで、2ターン目に出したところで除去を構えらんなそうですよね。構えらんないと思うから、自分で打ち消し構えられないと思うんで、2ターン目に出すよりは3ターン目に出す動きになると思う。そうですよね。2ターン目は、どちらかというと飛来心を置く。そうですね。だからでもインスタント操作にたまればいいわけですから。ドロー系とか、打ち消し系を捉えてってたまっていきなり出して、最終的に殴って勝つんですかこいつ殴って勝つで、追加ターンが3コス少なくなりますからね。そうね。問題はそこなんですよ。これ追加ターンで勝つんですよね、こいつ多分ね。そうですよねでだってサイクロンリフト超過も、
4万で打てるんですよ。軽いね。軽いね。やばくないですか？それまずいだろう。だからワンチャン楽しそうっていう、こいつは交互期待かもしれない、ワンチャン、で次いきます。こいつはなんか楽しそうだなっていう。これケツガルタですね、いわゆるね。なんていうんですかこれ、幾角組の誉れ、はい、11万ですよ。やばくないですか？11万のですが、はい、はい、ですがタフネスの合計に等しいガルタ。そう小さくなると。小さくなる。端的に言うと、はい、パワーの合計よりも、はい、タフネスの合計の方が軽減できるんで、あ、そうなんですか。そりゃそうでしょ。だって1マナで04とかのクイーチャーはいるかもしれないけど、確かに確かにケツ大きくてマナコスト軽いはいっぱいいるのよ。もちろん弱いかもしれないけどケツパンチのカードってなんかあるんですかね、エンチャントみたいなのって。ミド青で。ミド青なんだよな。でもなんか夢膨らまないですか？なんか探すのもあれだし。まあいますはいますが、やっぱり1000倍は青白なんだよね、ケツパンチって。そうっすよね。青白っすよね。そうっすよね。だからちょっとメインどころ外れちゃうんで、防衛をなんとかして外さないといけないですけど、その起動して外すことはもちろんできますが、確かにその起動コストちょっときついですねっていうところはあるっていう。これじゃ1体に対してこの4ですからね。まあでもちょっと夢が広がる、楽しそうなね、あれですよね。はい。ですよね。まあ次行きましょうか。これ、はい。はい。これは先導者の号令。これはボロスカードですね。ボロスカード、はい。ボロスの代表とするボロス強化されましたね。これはもうゴリゴリのボロスカード、はい、とりあえずプライチ修正なんで横に並べるボロスには相性いいと。そうですね。で出たらダメージ飛ばすんで、はい、たくさん出てくるボロスには相性いいと。ボロス、以上でございます。だいぶ強化されましたよね。これ1枚で。そう一応だからボロスがしたいことが2個1になってるんで、このカードはかなりいいですよね。これどう考えても落としたカードですよね。でもこれ構築でもワンチャンあると思ってる。おお、なるほどなるほど。構築のそのボロスでもいけるんじゃないかと思うんですね。やらないけどね、私。で、まあ次行くんですか。こいつ、どうしても僕こいつ入れたくて。こいつそうかなと思ったんだけどな。こいつ俺夢をちょっと感じるんですよね。まあスレズニア3マナじゃないですか。でこいつまあ3マナ44って時点で結構強いんですけど。自身で2段攻撃つけられて、警戒もつけられて接種もつけられるんですよ。さすがにマナ食い虫すぎないか、それ使ってたら。でも結構なんかもちろんね、アタック行ってつけれますよって言ってマナ使わないっていうことはできますけど。そうできますからね。自身で完結してるんで、こうなんかさっき紹介しようと思ってたアンツラグの赤緑じゃないですか。これ白緑で同じような動きがワンチャンだってこれ3万払うだけで84ですよ。パワー。殴り逃走者の色じゃないっていうところが俺ちょっと興味深くて。普通短期掛けするんじゃなくて横に広げる色だからね。そうなんですよ。だからちょっと気になってるっていう。しかも3万だと軽いっていう。で、次がこれか、ケランですね。はい、主人公ポジションに収まっております。毎回収録されるケラン。ケラン、こいつ逃走者っぽいなと思ったんですけど、まず2マナで調査して、追加で途中してよくて、まあそれはまあ普通に使うとして、まあその普通の能力が、殴るたびにアーティファクトを1個破壊できるっていう。一応これは攻撃通ったらじゃないですね。そうですね、殴るたびなんですよね。でそれが自分のだったらカード1枚引いていいなんて。いらねえアーティファクト破壊して引くもよし、相手のマナファクトバキバキにするもよしと。だからなんか普通になんか青緑でなんか中に入る分には。こいつと逃走者しても何も起きないですけど。そうなんだよな。そんなに何も起きないと思う。まあシミックらしいある意味ただのアドゲン。だからまあでも2マナで唱えるのが4マナで唱えて4なんで、一応分割しては出せる。
かなり安くはいけるんですけど、中に入る分には面白そうかなっていう感じですかね。で次は、オレリア、これは動画やりました。すでに上がっておりますと。見てください。ただそこから先に、結局オレリアの逃走者デッキの中身ちゃんと出て、実はそのデッキの中にもいろいろ入れれるカードありましたって。そうなんですか。俺ちょっと付け加えますわ。欲しいなそのカード。結構このオレリアの、デッキじゃないんだけど、あれ逃走者デッキ、思想のデッキは中身結構面白かったんで、まあそっちはそんな感じですかね。であと最後気になったこれが、疑似界の顎ボジャ、これ2人でこれいいんじゃないかって同時に気になったカード。これね、こういう要は狼を参照して、エルフを参照するカードなんですね。これね、そうなんですよ。一応こいつだけ能力説明しましょうか。わかりやすく。5マナ5/5、警戒トランプル5法3で、攻撃するたび、あなたがコントロールしている各クリーチャーの上に11カウンターを X 個置く。11カウンター。X 個は、X はあなたがコントロールしているエルフの数に等しい。まずエルフを参照してカウンターを乗っけると。エルフが一応ムキムキになりますと。で、あなたがコントロールしている狼1体につき1枚カードを引く。エルフと狼をとりあえず総ざらいしなきゃいけないっていうエルフ、狼って書いてあるクリーチャーあんまいないだろうからな。だからこれどういう構成になるのかなっていう。もちろんエルフの方は簡単じゃないですか。まあそうですね。でもこれドローの方はでも狼参照だからさ。確かに。でも狼の数出す何か狼ってなるよね。エルフがこう並んでる状態で、マナトに並べてる状態で、殴っていけば、それで打点はゴリゴリになるっていう。しかも別にこいつ自身も含まれてるんで。そうですよね。ワンドローは絶対入る。狼がいる、こいつ自身狼だからってことですね。かなり面白そうですよね、こいつ。もちろんなんか多層クリーチャーとかね。ただ両方だね。両方なんで。両方。みたいな感じで、ちょっと書いてあることが面白いんだよね、やっぱり。今回の目玉は5、4、3ついてる。今回の目玉はこいつかもしれないですよ。こいつが一番面白そうかな、見た感じ。でもそんなことないか、オレリアとかも楽しそうですよ。オレリアは俺一番いいかなと思ってんだけど、正直。で、一応強いかどうかじゃなくてだよ。一応土地、これがカジュアル目線で言うと、このフェッチからタップインなんですけど、重宝できるっていうのは、カジュアル目線だとかなり全部色欲しいんじゃないかぐらいの感じではありますね。まあそうね、サイクリングランドよりはいいのかどうなのかぐらいのレベル感だね。カジュアルだったんですよね。そんな感じですかね。どうでしたかね。一応今回終わりましたけど。大丈夫かな。これ尺が長くないかい。長くてももう見てくれる人は見てくれるんで、だらだら話す回になっちゃったんですけど、皆さんもね、気になった今回気になったカードこんなんあったっていうのあったら、コメントしていただけたら嬉しいんで、お願いしますということで、チャンネル登録お願いします。お願いします。今回の動画は以上になります。おしまい。